ローウォーズファンの皆様、おはようございます。昨日から楽しみにしていた本日のイベント、バリキリーのアーティファクトが、いよいよスタートしました。この24時間限定イベントは、タスクを完全制覇すると、的用紙か人形を42個もらえます。ただし、この的用紙か人形の的用紙化率はあまり高くないので、人形の残り個数が数個の状態から、ひたすら粘り続けるといったことは期待できません。流行る気持ちを抑えながらルーティンワークを消化して、いよいよ、的用紙か人形の開封に取り掛かります。42個の的用紙か人形からスタートしましたが、36個、22個、18個、10個、8個、6個、6個、4個、4個、2個、2個という開封結果になりました。42個からスタートして、合計で160個の的用紙か人形を受け取ったということだね。開封するたびに、確実に人形の残り個数が減っていくので、的用紙化率があまり高くないことは、容易にわかります。そうは言っても、アーティファクトの宝箱の鍵を備蓄していなければ、もらえなかった資源なので、カーク信者的には、備蓄戦略を常に発動していてよかったと、自分で自分のことを褒めたい気分です。受け取った資源をすぐに使いたい気持ちはあるけれど、どう考えても、備蓄できる資源をすぐに使わない方がお得なんですよね。今日のイベント結果は、ご覧のようになっていますが、アーティファクトコインを4100枚ほどもらえたので、にっこりしています。予想外の出来事といえば、アーティファクト系のイベントだったにもかかわらず、アーティファクトの破片が、的用紙か人形に含まれていないことでした。まあ、ルーンを大量にもらえたから、満足しているんだけどね。さて、今現在開催中のクイズイベントですが、商品のバッグを数百個単位で受け取れますし、バッグの中からエナジーボトルが出てくることもあるので、カンニング戦略を実行していてよかったと感じています。チームレベルが130未満の視聴者様の場合だと、かなりの量のゴールドをクイズイベント期間中に受け取ることができるので、大喜びされているのではないでしょうか。カーク信者の場合も、なんだかんだと言いながら、未だにゴールドが大量に必要なので、毎日数百万ゴールドを受け取ることができるクイズイベントに感謝しているのです。ちなみに、クイズイベントは年に数回開催されているので、次回のクイズイベント開催時までに、カンニング用のエクセルファイルの改良を予定しています。明日の話をするよ。明日は、ペット系の24時間イベントが開催されます。ペットの召喚卵を50個備蓄していれば、イベントタスクの完全制覇が可能なので、普段から、ペットの召喚卵を備蓄している人にとっては、容易に完全制覇ができる設定になっています。明日の的用紙か人形の中身なんですが、一体何が入っているのでしょうか？ペットポーションと、カオスパーティクルが的用紙か人形の中身に含まれているのは当然としても、それ以外が気になります。できることなら、大量のカオスパーティクルの獲得を期待しています。今現在のペットの育成状況はこのようになっていますが、カオスパーティクルはいくらあっても全く足りていません。最近はフェンリスの育成を中断して、マーリンとアクセルを紫装備まで育成中なので、明日のイベントにかなり期待しています。ペットの育成の場合、紫装備まで育てるのも一苦労なのに、そこから最高ランクの紫プラス3では、えげつない量のカオスパーティクルが求められるのです。1日1回のペットアドベンチャーだけでは、ペットの育成は遅々として進まないので、視聴者様も苦労されているはずです。そのようなわけでして、明日こそは、的用紙か人形を延々と開封できたらいいなと期待しています。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、ペットの召喚卵を50個以上備蓄していた人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。